報された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第35話、揺れる吊り橋、強まる風、雷の轟音、なら一気に決める。ユーマは剣を握り直し、雷の中へ踏み込んだ。頭目が牙を向き、雷光の本流を吐き出す。その瞬間、鉄拳は共鳴するかのように震え、青白い光を帯びる。まるで雷を受け止め、それを歯にまとうかのように。うおー、渾身の一撃が雷狼の頭目を切り裂き、雷光ごと両断する。まばゆい閃光がはぜ、轟音とともに群れが四散した。残った数体も怯えたように後退し、やがて森の奥へと消えていく。焦げた匂いとかすかな煙だけが静寂の中に取り残された。肩で息をしながらユーマは剣を見下ろす。歯には細かなひびが走っていたが、折れる気配はない。この雷を受けてもまだ形を保ってる。リーナが近づき、驚いた顔で言う。噴剣と雷が呼応してた。普通じゃないにゃ。そうだな。雷を糧にする剣こいつならきっと何かやってくれそうだ。雷鳴岡が呼んでいるその直感は、二人をさらに先へと駆り立てる。森を抜けると景色が一変した。岩肌むき出しの斜面に変わり、丘へ向かう道は次第に険しさを増していく。登りきると深い渓谷が眼前に広がっていた。谷底では濁流がゴーゴーとなり、その上に一本の吊り橋が渡されていた。古びた基盤は並び、ところどころくして穴が開いている。ここを渡るしかないのか。ユーマが険しい顔で谷を見下ろす。高さは数十メートル。足を滑らせれば助かる見込みはない。イーナは足元の橋板を弓の先でついてみた。ぎしりとい穴音を立てたが、かろうじて踏み抜けるほどの脆さではないようだ。見た目よりは大丈夫そうでも、油断したら落ちるにゃ。その時、空が低くなった。遠雷が響き、重苦しい雲が渓谷の上空を覆い始める。嫌な予感にユーマは顔を上げた。近づいてきているな。次の瞬間、稲光が空を裂いた。まだ橋を渡る前だというのに、谷全体が白く光り、二人は思わず身を縮めた。急ごう。立ち止まってる方が危険だ。でも落ちないでにゃ。二人は吊り橋へ足を踏み入れた。風に揺れる縄、ギシギシと鳴いた。谷底から吹き上げる湿った風が体を押し、背後では再び雷鳴が轟く。そして半ばまで進んだ時だった。ドン。背後の斜面に雷が落ち、木々が火花を散らした。直後、今度は谷の向こう側で稲光がはじける。やばい、増えてるにゃ。イーナが声を上げ、縄を強く握りしめる。落雷の間隔が一気に縮まり、もはや息をつくいとまもない。雷鳴のたびに橋全体が振動し、風がうなり声のように吹き抜ける。ユーマは必死に体を低くして踏みしめるが、強風と振動にあふられ、平行を取るのがやっとだ。そして追い打ちをかけるようにバリバリバリ、稲妻が橋のすぐ脇に落ちた。光と音が一体となってはぜ、耳鳴りが頭を突き抜ける。焦げた匂いとともに火花が飛び散り、板の一部が焼け焦げて裂けた。キャッ。イーナが悲鳴を上げ、足を滑らせる。体が横に傾き、手を離しかけた瞬間、ユーマがとっさに腕を掴んだ。しっかり掴め。離したら終わりだ。にゃ。震えるリーナを吹き寄せながら、ユーマは視線を前へ。渡りきるにはまだ半分以上残っている。雷は容赦なく降り注ぎ、どこへ落ちるのか見当もつかない。冷静でいようとするが、現実は苛烈だ。空全体は光に覆われ、雷鳴が間断なく響く。まるで雷雲の真っ只中を渡っているかのようだった。ユーマ、このままじゃ本当に焼かれるにゃ。わかってる。でも止まれば巻く込まれるのを待つだけだ。ユーマは歯を食いしばり、前へ一歩踏み出す。その直後、稲妻が谷底に直
地面を覆った揺れる吊り橋、強まる風、雷の轟音、生きた心地のしない恋、業を必死に刻んでいく。雷鳴はますます近づいていた。橋の半ばを過ぎたあたりから空は真昼なのに墨汁を垂らしたような暗さに変わり、視界すら怪しくなっていた。ユーマはロープを握りしめ、イーナに声を飛ばす。イーナ、ここだ。板が抜けてる。わかってるにゃ。でも揺れるから踏ん張れないにゃ。ロープを握る手が汗で滑る。足元の板は湿り、何十年も放置されたかのように脆い。そこへ追い打ちをかけるように稲光が真横を走った。白い閃光が視界を焼き、次の瞬間腹の底に響く轟音、吊り橋全体がビクンと跳ね、縄が悲鳴を上げるように苦しんだ。イーナが悲鳴を押し殺すように叫ぶ。ユーマ、縄が燃えてる。振り返ると手中からしだれる縄の一部が黒く焦げ、煙を上げていた。お釣りと雨粒が頬を打った。たちまち空が裂け、土砂降りが二人を叩くつける。じわじわと背にが裂ける音。橋そのものが崩れるのはもう時間の問題だった。ユーマは歯を食いしばる。戻れば間に合わない。進むしかない。走れ。いいな。止まったら落ちる。にゃん。にゃんってむちゃ言うにゃ。それでもイーナは矢筒を押さえながら前へ駆け出した。だが足元の板がパキリと割れ、片足が宙を切る。キャッとっさにユーマが手を伸ばし腕を掴んだ。ぶら下がった彼女の体重でロープがくしみ、橋全体が大くかしぐ、木片がバラバラと落ちていく。谷底では激流が白く泡を立てていた。いいな、登れ。無理にゃ。イーナの腕が震える。ユーマは力を込めて彼女を吹き上げ、何とか足場へ戻した。その直後、さらなる稲光が橋のすぐ脇に直撃。目が焼けるほどの閃光と鼓膜を突き破るような轟音。ロープが裂け、片側の支柱が大きく苦しんだ。まずい、あと少しにゃ。ユーマ、イーナは短剣を逆手に握り、縄に突き立てるように掴みながら前へ進む。ユーマも雷鳴に耳を塞ぎながら彼女の背を守るように足を運んだ。ようやく対岸の岩肌が見えてくる。あと十数歩。しかしその瞬間、背後の支柱が完全に裂け、ロープが切れた。橋の半分が轟音とともに崩落し、後方の板が一斉に飲み込まれるように谷底へ消えた。逃げ場はもう前しかない。いいな。飛べ。にゃにゃにゃ。無理にゃ。俺が押す。ユーマはリーナの背を強く押した。リーナは悲鳴とともに飛び出し、岩場の出口に腕を伸ばす。指先がかろうじて円をつかみ、そのまま体を転がすように着地した。ユーマも続く。背後では崩れ落ちる音と雷鳴、土砂降りの雨音が混ざり合い、すべてが耳をつんざく。ユーマは最後の数歩を駆け抜け、足元の板が砕ける寸前、全身の力を込めて跳躍した。岩肌に手を伸ばすと、イーナが必死に腕を掴んで吹き上げてくれる。二人は地に転がり、荒い呼吸を繰り返した。振り返れば、吊り橋はすでに跡形もなく、谷底の激流へと消えている。雷光が谷を照らすたび、泡立つ川面だけが白く浮かび上がった。死ぬかと思ったにゃ。イーナは尻餅をついたまま、震える手で胸を押さえた。ユーマも濡れた前髪をかき上げ、ようやく息を整えた。俺もな。だが何とか渡りきったな。二人はしばし声もなく雷鳴を聞いていた。生き延びたという実感は遅れてじわじわと身体に広がっていく。しばしの沈黙の後、イーナがぽつりとつぶやいた。ねえ、丘に近づくほど空が怒ってるみたいにゃ。半雲を見上げる。怒りか、それとも試練なのか。どちらにしてももう後戻りはできない。二人は立ち上が